泳ぎながら、ウミウシ探すよ。こんにちは、ほやです。今回は、葉山の磯で、ウミウシを探します。水温が上がってきたので、今回から、マスクとシュノーケルを使っての、ウミウシ探しです。それでは、始めましょう。絹肌もどきです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、絹肌もどきです。比較的、浅い場所に住んでいるウミウシなので、磯遊びでは、定番のウミウシの一つです。ウミウシを食べるウミウシとして、知られているのですが、何ウミウシを食べるのかなって調べたところ、同属同種の個体や卵を食べるようです。要するに、共食いですね。なんてやつだ。食べられながら、交尾をすることもあるようで、カマキリみたいな行動ですね。次のウミウシですが、どこにいるのか、わかりますか？これです。こういう、ちっちゃいやつは、こんなウミウシがいるってのを、知っていないと、見落としてしまいがちですね。赤キセワタです。大きさは、5ミリくらい、よく見る大きさの、赤キセワタです。大きくなっても、10ミリ程度にしかならない、小型のウミウシですが、赤い体は、よく目立つので、こういうやつがいる、というのを知っていれば、見つけやすいと思います。とりあえず、赤い粒を見たら、赤キセワタじゃないかなと観察してみることが、大切です。黒下なしウミウシです。大きさは、25ミリくらい、少し大きめサイズの、黒下なしウミウシです。葉山で見られる、ウミウシらしい形をしたウミウシの中で、一番たくさん見られるウミウシです。こんな感じで、2、3匹が、ごちゃっとなっていることも、よくあります。石をひっくり返した時に、このくらいの、ちょっと大きめのやつが、ごちゃっとなってると、ちょっとビビります。もちもちした体つきをしていますが、実際に触ってみると、見た目の通り、もちもちしています。マスクとシュノーケルを使って、泳ぎながら、ウミウシを探していると、ウミウシ以外の生き物にも、目が行きます。磯の魚たちは、その代表で、水の中に入らないと、なかなかじっくりとは観察できないです。これは、カゴカキダイです。熱帯魚っぽく見えますが、相模湾などの温帯域に、普通に生活している魚です。ソラスズメダイです。青い体が、美しいので、人気のある魚です。以前は、死滅回遊魚とされていましたが、近年は、越冬もしているようです。コケギンポです。磯遊びでも、よく網ですくわれている、定番の魚です。巣穴から、顔だけ出して、何をしているんでしょうね。ハオコゼです。可愛い見た目をしていますが、背びれに毒があり、刺されると、ものすごく痛いです。釣り人からは、嫌われている魚ですね。黄色クシエラウミウシです。大きさは、
15ミリくらい、少し小さめサイズの、黄色くシエラウミウシです。全身真っ黄色で、こじんまりした感じの、佇まいが、なんだか可愛いです。虹エラが、串状になっているから、串エラウミウシ、と呼ばれているのですが、正直なところ、あまりよくわからないです。どちらかというと、南の海に多い、ウミウシみたいです。地球温暖化に伴って、相模湾の水温も、昔より高めに推移しているようなので、南の海の生き物が、越冬しているケースも、見られているみたいです。緑アメフラシです。大きさは、30ミリくらい、よく見る大きさの、緑アメフラシです。水温が上がってきて、アメフラシの仲間の数も、減ってきてはいるので、これだけ、ごちゃっと集まっている様子は、あまり見なくなってきました。一匹だけ、集団から離れていってますが、なんか嫌なことでも、あったのでしょうか。かなり赤みが強い個体ですが、なんか、変なもの、食うたんやろか。猫舌ウミウシです。20ミリくらいの、大きいやつと、10ミリくらいの、小さいやつが、2匹でいますね。大きい方に、近寄ってみました。体の周りの部分が、薄っぺらくなっていて、どこまでが、体の周りの部分なのか、わかりにくくなっていますね。こちらは、小さい方です。大きい方と比べると、体の各部分が、しっかりわかる感じがしますね。ウミウシも、やっぱり、若い個体の方が、色々とシャキッとしているみたいですね。泳ぎながらのウミウシ探しだと、変なカニとか、ヤドカリとか見つかって、面白いです。全身、毛むくじゃらのカニを、観察しているのですが、なんやろか。捕まえてみました。これ、毛深ガニで、んやろか。もふもふ感が、かわいいですね。ヤマトホンヤドカリです。磯で見つかる、大きめのヤドカリの、代表です。出てくる様子を、観察しましょう。紅白模様が可愛いので、個人的には、一番好きなヤドカリです。こちらも、ヤマトホンヤドカリなのですが、なんか、様子が変です。貝殻を背負わずに、裸の状態でいますね。これ、大丈夫なんやろか。よく見ると、卵を抱いていますね。防御力が低下している、危険な状態だと思いますが、なんとか生き延びてほしいです。白雪ウミウシです。大きさは10ミリくらい、よく見る大きさの、白雪ウミウシです。白い体に、オレンジ色の点々が、かわいいやつです。下にある、黄色のやつは、海綿なのですが、かなり食べられていますね。この一匹だけで、ここまで食べたとすると、体のサイズと比べて、かなり大食いですね。うまく餌が見つかるとは限らないので、食べられる時に食べとけ、という感じなのでしょうか。オカダウミウシです。大きさは、
3ミリくらい、よく見る大きさの、オカダウミウシです。大きくなっても、3ミリ程度にしかならない、極小のウミウシです。数は多くいるのですが、撮影が大変なので、見なかったことにすることが多いです。体の中に、卵が透けて見えますね。体のサイズの割に、大きな卵を産みます。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、8種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海で、お会いしましょう。